イタリア、フィレンツェ。ルネサンスが花開いた芸術の都は、今も世界中から人々を引きつけてやまない。1966年11月4日、フィレンツェの街は一夜にして泥水に飲まれた。多くの人々が命を落とし、街の誇りである数々の美術品が泥と油にまみれた。60万トンとも言われる汚泥と瓦礫の中からフィレンツェの街と美術品を救い出したのは、世界中から集まった名もなき若者たち。人々は敬意を込めて彼らをこう呼んだ。泥の天使と。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。フィレンツェは600年以上にわたり人類の創造の象徴であり続けてきました。ルネサンス発祥の地であり、世界で最も芸術と歴史が凝縮された街。ミケランジェロのダビデ像、ボッティチェリのヴィーナスの誕生、ダヴィンチの素描。その数々は単なる美術品ではなく、人類の記憶であり、未来への遺産なのです。フィレンツェは屋根のない美術館と呼ばれ、その街並み全体がユネスコ世界遺産に登録されています。芸術、学問、建築、この街の一つ一つが人類の歴史を物語っているのです。1966年秋、トスカーナ地方はすでに異常な雨にさらされていました。そして11月3日から4日にかけて平年を大幅に上回る豪雨が降ったとされています。洪水の幕開けは夜明け前でした。1966年11月4日未明、アルノ川の堤防が決壊し、濁流が市内へと押し寄せました。翌朝には歴史地区全域が泥と油に覆われ、町は完全に水没したのです。この洪水はフィレンツェを含むトスカーナ州を中心にイタリア中部、北部の広い範囲に被害をもたらしました。フィレンツェ市内では35人が犠牲となり、イタリア全体では100名以上が命を落としたと伝えられています。美術品にも甚大な被害が及びました。国立中央図書館では、およそ350万冊以上が水に浸かり、1万4000点を超える美術品が被害を受けました。中でも大きな被害を受けたのが、サンタクローチェ聖堂のチマブーエ作十字架像です。絵の表面の大部分が剥落し、洪水被害の象徴となりました。さらに、フィレンツェの象徴である洗礼堂の東扉、天国の扉も濁流に襲われました。ロレンツォ・ギベルティの手によるルネサンス芸術の最高傑作は、泥に覆われ、いくつものパネルが外れるほどの損傷を受けたのです。この光景は、世界が衝撃を受ける象徴的な被害となりました。洪水から数日、市民の多くは避難先から町へ戻り、その光景に言葉を失いました。家も、店も、教会も、美術館も、すべてが茶色い泥に埋もれていたのです。市民たちが絶望する中、国内外から数千人の若者たちがフィレンツェのために立ち上がりました。名前も出身地も記録に残らない彼らを、人々は泥の天使、マッドエンジェルスと呼びました。彼らは美術館や図書館で文化財を運び出すだけでなく、家に取り残された人々へ水や食料を届け、瓦礫を片付け、通りを清掃しました。あまりに多くの泥の天使たちが訪れたため、宿泊施設はすぐに埋まってしまいました。そこで、当時の市長ピエロ・バルジェッティーニは、駅の未使用寝台車を寝床として開放し、ウフィッツェ美術館に中央オフィスを設置、アカデミア美術館の食堂で食事を提供することにしました。泥の天使たちと、こうしたフィレンツェ市の対応は、後の災害ボランティアのあり方に大きな影響を与えました。修復家と泥の天使たちは、
前例のない災害に挑みました。水浸しになった図書は湿気を取り除くため、タバコ乾燥小屋や工場に運ばれました。そして、この大洪水は後に文化財保存の世界における技術革新のきっかけとなったのです。災害時に大量の濡れた書物をどう救うかという問題意識が世界的に広がり、やがて食品や医療で使われていた冷凍乾燥技術が文化財の修復手段として応用されるようになりました。当時、ロンドンの王立芸術大学で講師を務めていた修復家、ピーター・ウォーターズは、フェーズ保存と呼ばれる段階的修復手法を確立し、現場で組織的な復旧を指揮しました。フェーズ保存とは、すべてを一度に修復しようとせず、まず、被害の拡大を防ぐ応急処置を行い、その後、文化的価値や緊急度に応じて、優先順位をつけて、本格修復を行う方法です。修復作業は数日では終わらず、主要な文化財の修復には数年、そして一部は数十年を要しました。この大洪水は文化を守るために災害に備えることの重要性を世界に知らしめました。同時に被害を受けた芸術品をどう救い出し、どう復旧するのか、そのための修復技術の革新をもたらしたのです。フィレンツェで培われた経験はやがて世界中に共有され、とりわけアメリカでは議会図書館の保存体制に大きな影響を与えました。フィレンツェでの災害対応の仕組みと修復の技術は今日に至るまで世界の図書館、美術館に受け継がれる標準となったのです。あの日、泥の中から救い出されたのは美術品だけではありませんでした。それは人類の記憶そのもの。そしてフィレンツェの街を救ったのは国籍も言葉も異なる数千人の泥の天使たちでした。フィレンツェの象徴ポンテベッキオもまた濁流に耐え市民に希望を与え続けました。戦争を生き延び洪水にも屈しなかったその姿はフィレンツェがいかなる逆境をも乗り越えてきた証なのです。フィレンツェはこれからも輝き続け、人類の歴史と文化を後世に伝え続けてくれることでしょう。今回のお話はいかがでしたか？多くの善意の人々が力を合わせ、フィレンツェという一つの街を救ったこと。私たちはこの事実から何を学び、後世に残していけるのでしょうか？皆さんの感想もぜひ教えていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。